実物の絵だからこそ感じるダイナミックな筆遣い。ふい、これぞ肉筆画を鑑賞する醍醐味。これは死者の国の王とチャリオットの絵。迫力ありますな。囚われた友を解放するため王自ら前線に赴く。胸熱展開すぎん。確かに。しかし責任ある指揮官が司令部から離れ前線に向かってしまって良いものだろうか。シルバー氏、独り言に割り込むのやめてよ。これだからコミュ教は。驚かせたのならすまない。興味深い意見だったのでつい話しかけてしまった。興味深いっていう割にはこの逸話から伺える王の人格に対する解釈が浅くない？というと？為政者ならさ、戦略を決めた後は部下によろしくって実行を丸投げできたはずでしょ。それでも戦力増強のため危険な地へ赴いたのは作戦の要となる重大なミッションだから、ズバリ類まれなる責任感の持ち主だってこと。いやー、肩書きだけの甘くて無能な為政者とは違いますわ。決して失敗できない場面だからこそ自ら出向いたということか。確かに類まれなる責任感の持ち主だ。イデア先輩の意見を聞いてこの絵と逸話に対する造形を深められた。見識が広いのだな。まあね、シルバー氏も拙者を見習って一歩踏み込んだ考察をすることですな。そうしよう。しかし先ほどの為政者のあり方に関する発言には随分と実感がこもっていた。イデア先輩はイグニハイドの前領長の推薦を受けて領長に就任したと聞くが、もしかしてあなたは過去に大勢を率いた経験がありそれゆえ領長に任命されたのか？はい？いやいや、何をおっしゃる。あるわけないよ。拙者は寝時だってソロが基本ですぞ。まあレイドなんかでパーティーを組まざるを得ない時はたまにリーダーになることもあるけど。やはり誰かを率いた経験があったんだな。そんな大げさなことじゃ。それにいつもは信頼できる戦友がタンク兼リーダーをやってくれますし、僕はほぼヒーラーとか DPS 職てか大抵はバフ重ねて瞬間火力を更新するのに心血注いでる感じ。でも毎回戦友と予定が合うわけじゃないし、いない時は拙者がリーダーをやるわけです。仕方なくね。リーダーは実力のある上級プレイヤーが担うのが常。その点拙者はどんなジョブも一通り極めてるから。適切な立ち回りも理解してますし、先導役とも言えるタンクも担えちゃうもんですから。おかげで高難易度クエスト攻略できました。このパーティーに入れてよかったですと MVP に選ばれたこと数知れず、拙者は仕方なくリーダーになったのに自分の才能が恐ろしい。共に組んだ者から感謝されるとは。イレア先輩の先導が頼りになる証だな。そんなことは少しはあるかも。まあ無能にリーダーを任せてクエスト失敗なんて時間の無駄は拙者もごめんなんで、今後もパーティーを組まざるを得ず、戦友が不在の時はリーダーにならないといけないでしょうな。いやー、実力者は辛いっすわ。ライオンとイボイノシシ、それからミーアキャットの絵か。3匹で歌を歌って仲が良さそうだ。歌歌いながら歩くとか陽キャが過ぎんか。てかさ、この絵って国を追われた王位継承者のライオンがその辛さからは目をそらして出会った仲間とのんきに歌ってる逸話を描いたものでしょ。自分の使命から逃避してるモラトリアムを美化しまくって描いてもらえてラッキーっすな。歌えば気持ちが軽くなると聞いたことがある。彼らも落ち込んだ気持ちを晴らしたかったのだろうか。歌で気を紛らわせたって意味なら、小さい頃に弟が夜中にトイレへ行くのを怖がった時、二人で一緒に好きなアニメの主題歌を歌いながら行ったことはありますぞ。まあどんな経緯で歌ってるかはともかく、月をバックにした構図ってのはエモっすな。 MV 的で。 MV？ ミュージックビデオ知らない？曲や歌詞に合わせた映像のこと。ああ、そういったものを MV と呼ぶのか。理解した。もしこれから
MV を見てみる気になったら、崖っぷちモイラスってアイドルのやつがおすすめ。崖物 MV は余裕で100回は鑑賞できるほど良作揃いなので。100回、すごい回数だな。一般的にそんなに何度も見るものなのか？真のオタクなら当然見る。てか1回の鑑賞で MV の全てを理解した気になるなんて傲慢ですし。1回目は曲とともに映像全体を純粋に楽しむ。次の3回はメンバー3人のダンスや表情を順番にチェック。そして MV としての構成、そこから発されるメッセージを深掘りしていくと、最低でも10回は見るべき。しかも崖物 MV には何気ないカット一つにも映画監督顔負けのメッセージ性が込められている。彼女たちの作品を深く理解するには数回の鑑賞じゃ全然足りない。だから何百回も繰り返し見るわけ。そんなに深い作品なのか。上層教育にも役立ちそうだし、学園の音楽の授業に取り入れても良さそうだ。いや、そこまでは。でもシルバー氏に彼女たちの凄さが伝わったようで何より。崖も推しでもあの芸術性を理解できないにわかファンは多いからね。新しい MV が出るたび、誰が何秒映っただの、誰が運営の押されだの言うやつがいるんだけど、それ作品のクオリティに関係ある？ないよね。歌に込められた思いや本質を理解する気ないでしょ。なるほど。イデア先輩のおかげで知見が広がった気がする。学園に戻ったら早速崖もの MV を見てみるとしよう。嘘！本当でござるか？マジカメ公式アカウントに最新までの MV 全部上がってるんで。絶対見て！後悔はさせないから！暗闇に浮かび上がる海の魔女。怪しい雰囲気たっぷりのいい笑顔っすな。これは海の魔女が契約書を作った逸話を描いた絵か。確かこの時作った契約書は強力な矛でも破ることができないほど堅固だったという話だな。普通に考えるなら水に濡れても破れない、文字がにじまない程度で十分だったように思うけど、よほど保護にされたくない契約内容が書かれていたのかもしれない。拙者は契約内容より契約書の材質が気になりますわ。矛でも破れないってどんだけ防御力高いの？でも絶対にホニャララできないものって作りたくなることあるんだよね。わかる？俺にはよくわからないが、イデア先輩なら例えばどんなものを？絶対に隠せないゲーム機の電源コードとか。実際昔作ろうとしたことあるんだよね。毎日朝から晩までゲームしてたら母親にコードを隠されるようになっちゃってさ。隠されるだけなら新しく作ればいいんだけど、ご丁寧にコードの材料まで隠すわけたまったもんじゃない。だから拙者考えました。コードを隠せないようにしようって。母君はイデア先輩の健康を心配したのだと思うが、ゲームをやめるという選択肢はなかったのか？あるわけないでしょ。いや、あの頃の拙者は雑魚なりに開発頑張ってたな。人感センサーをつけて人の手からコードが自動で逃げるようにしたり、コードを透明にして見つからないようにしたり、寄贈機能をつけて自ら戻ってくるようにしたり。そしてあまたの失敗の末、拙者はついに完成させた。認証した持ち主だけが認識できる透明な電源コードを。どういうものなのかはよくわからないが、望んだものを自らの手で作り出したのはすごいな。いや、全然すごくない。うちに一人手強い天才がいたから、開発した技術もすぐ別の対抗策で破られ、そのいたちごっこはゲーム機をワイヤレス充電に魔改造すればいいと気づくまで数ヶ月の間続いた。しかしワイヤレス充電の開発により得られた束の間の平穏も長くは続かず、後に半径10メートル圏内のワイヤレス充電を全て無効化するとんでも装置がラスボスとして登場するんすわ。まあ人感センサーとか自動走行とか、その時の開発経験はオルトを作る時にも役立ったから、試行錯誤したことは無駄にはならなかったけどさ。理想を思い描くことはできても実際に形にすることは難しい。だがイデア先輩は多くのことを実現してきたんだな。尊敬する。急に何？突然の直球の褒め怖いんですが。
もしや拙者に壺でも買わせようって魂胆。いきなりなぜ壺の話を？もうこんな時間か。随分と引き止めてしまった。申し訳ない。貴重な話を聞かせてくれたこと感謝する。それでは俺はこれで。久々に人とたくさん話したら疲れた。絵でも眺めて心を落ち着かせよう。あ、これ神話に出てくる英雄じゃん。このキラキラな表情、自分の未来は明るいって信じきってる顔ですな。人生そううまくいくわけないのに。調子に乗って冥府の川に浮かぶ羽目にならなきゃいいけど。